SPD チャンネル総合視聴数ランキング上位動画3本のご紹介。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。視聴数第1位。最も簡単に効率よく作られる2気筒集塵機の作り方。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。2気筒での実証実験。2020年12月製造、現在使用中の3気筒集塵機です。これがゴミ詰まりサインです。赤く点灯すれば詰まっていることを示します。その時は必要以上にモーターに負荷がかかっています。つないである吸い込み口を2本とも開放してあるので最強で運転してみます。サインは出るでしょうか。以前に紹介した通り3気筒にしたので出ませんね。今回これを使ってもう少しスリムに、しかも簡単に作られる方法にしてみます。計画内容は3気筒を1つ減らして2気筒にし、上下のチャンバーをなくします。それでも計算上ゴミ詰まりサインは出ない予定なのですが、結果 NG では困るのでこれから1気筒外して実証実験してみます。1気筒外すので解体します。具体的には1気筒にエンドキャップをつけます。エルボーを上に回転させてエンドキャップを取り付けています。このようなものです。カップリングやエルボの径に適合します。これで2気筒になりました。掃除機を再度取り付けます。準備完了です。それでは実験を開始します。ゴミ詰まりサインにご注目ください。ここです。回転が安定しましたが出ないようですね。今しばらく観察しましょう。1気筒で最強にするとサインが出るのは経験済みです。エア漏れしていないか見ていただくためにエンドキャップを開けてみます。大丈夫のようですね。能力はあまり変わらないのでこのまま進めます。計画図および採寸寸法図。サイクロンユニットの採寸図です。実測しています。接続部材の寸法図です。作品はこれら部品により実現可能です。25から40のカップリングです。これらを使って安価に実現できます。蓋の共通寸法図です。蓋
蓋補強版の指示座標を描いています。再購入した蓋でバンド付き379円でした。季節のペール感にも適合します。ユニットの配置です。 14.78 度傾けています。下段配管は 14.78 度回転させたので中心より18ミリずれています。上段配管もユニット回転のため変身していて45度の R もついています。この45度 R を回避しようとするとこのようになります。好みの問題ですがこれよりも先ほどの方が良いのではないでしょうか。 14.78 度回転させないとどのようになるかチェックしてみます。 14.78 度回転を戻します。この位置だと Y 分岐に配管がつながらないのでユニットの位置を開きます。いっぱいに広げてもサポートが障壁になってつながらないことが分かります。あともう少し開くことができればつながるのですがギリギリで NG です。結局これを回避するにはユニットを回転させるしかないようです。シンメトリーにこだわる方はこのような方法もあります。具体的な方法と実例は次回作品でご確認ください。上段配管に VP30 の45度エルボを使う方法を説明します。上段配管に45度エルボを使った図に変えてみます。蛇腹を使うよりこの方が良いという方はお試しください。技量のある方は VP30 を炙って45度を作るのも一つの方法です。上段配管を4通り説明しました。これら以外の独自パターンでも OK です。各位置座標です。サポート位置は設置してから毛がくのがベストです。ユニットの立面小サイズです。下段配管を重ねてみます。下段配管です。上段配管も重ねます。上段配管です。2面から最長サポートまで100です。サポートです。 VP30 の円尾サドルをL金具で固定します。この計画で作業を進めます。使用部品の説明。接続部材です。最低これだけ必要です。これはカウスです。洗濯機排水ホースエンド名で販売しています。このホースに適合しますが口元はしっかり接着した方が良いでしょう。前回紹介した拡大の洗濯機排水延長ホースに付属もしています。当然ですがぴったり適合します。もちろんグレー色もあります。これは拡大の排水用 Y 分岐です。メーカーによって長さが違います。これも適合しますが同じく接着した方が良いでしょう。VP30 の単管です。VP30 のカップリングです。VP25 のカップリングです。30のカップリングにぴったり入ります。もちろんこの VP25 のエルボにもこのように同様です。これらを使って基本型を組んでみます。30の単管を刺します。Y 分岐には30がぴっ
ったり入ります。入りが短いので、これも口元は接着した方が良いでしょう。もう一方も同じように作ります。カップリングとエルボをつければ掃除機接続側の完成です。あとはこの長さを調節するだけです。配管の方向を見栄え良くするためにはもう一工夫必要です。図面のように片側に45度の角度をつけなくてはなりません。 VP30 と排水管の接続はうまくできないので、先ほどのカウスを使います。排水管を刺して長さを決めます。決めた長さでカウスを差し込み、エルボと接続します。この接続長さはカップリングの長さとほぼ同じです。排水管は接着しますが、エルボ側は接着せずともエア漏れはありません。この蛇腹は後ほどグレーに変えます。一方吸い込み側ですが、ユニットの口元にテープを巻いて VP30 と接続します。これで掃除機側も吸い込み側も簡単に加工ができますね。あとは見栄えは大事ですから、自分の好みでアレンジしてみてください。この作品を実現するにはユニットをできるだけ正確にプロットしてください。加工と製作。ペール管の蓋と蓋補強板にシールを貼った状況です。80ファイのホルソーで穴を開けています。鉄板は薄いですが丈夫です。穴が開きました。ステンレス用なのでバイメタルよりよく切れます。穴の針を取りました。これから補強板を閉じ込みます。閉じ込むのでシールを剥ぎます。 MDF の表面に1ミリの乳白色塩ビパネルを接着してから穴を開けました。見切りをつけるため3ミリのゴム板でスペースを作って蓋を閉じ込みます。できました。エア漏れ防止にゴム板を当てて接着しました。今回も3気筒で使ったエア漏れ防止ゴム板を作りました。周りに3ミリ H9 ミリ高のゴム板を貼り付けて見切りにしました。ユニットのサポート穴は実際に据え付けてから描いて開けます。ユニットの口元にテープを巻いて VP30 と Y 分岐をあらかじめ接続します。ユニットを据えてからでは Y 分岐角度のためにパイプを接続できません。ユニットを取り付けます。 VP30 は 32L で Y 分岐側は接着します。取り付け穴が合っているのが分かります。サポート穴は 5mm、 取り付け穴は 6mm です。 Y 分岐の角度を見ながらボルトを取り付けていきます。ナットを取り付けて締め付けたら下段側の完成です。ユニット側にゴムをつけているので裏側はゴム板を当てていません。下段側が終わりました。接続口を図面寸法に合わせています。
経験上ユニットの口元はテーピングでエア漏れはありません。ユニット側のパイプ飲み込みは 14mm、 Y 分岐は 5mm でこちらは接着です。こちらのユニットは口元も下段同様テーピングで接続です。さて上段配管をやってみましょう。組み立てていくだけなので簡単です。上段配管の蛇腹タイプです。 VP3049L です。カップリング側の飲み込みは 12mm、 Y 分岐は 5mm です。カウスはわざわざ購入するのももったいないのでメタリック塗装しました。蛇腹は 70L です。両側とも接着します。配管は両側とも接着します。取り付けます。カウスやカップリング、エルボにはテーパーがついているので接着しません。口元はテーピングしたのでがっちり食い込んでいます。できました。これから45度エルボタイプを作ってみます。図面通りにするためにはエルボを 5mm、 カップリングを 8mm 短くします。切らないと口元は上を向きません。気にしない方は詰めなくとも良いでしょう。こんな感じです。 Y 分岐とエルボの先端は 5mm 開けます。この穴はトリマーを使ったので必要でしたが蓋には開いていません。なので短いビスを打ち込んで化粧しようと思います。作ろうと思う方は上段はどのタイプにするか好みで選択してください。下段配管はゴム板のスペーサーを使い、上段は L 金具のサポートで指示します。分岐方法は T 缶チーズもありますが吸い込みロスが大きいです。出来型と動作の確認。完成しました。チャンバがなくなって少しはすっきりしたでしょうか。関係はユニットまで30ですので吸気ロスはだいぶ軽減されているでしょう。名付けて2気筒集塵機スケルトンタイプではどうでしょう。それでは実証実験を開始します。音の変化も合わせてご確認ください。関係が太くなったせいなのかホースが揺れませんね。近日中に乗りで4気筒集塵機を出す予定です。ご期待ください。今回も最後まで動画をご視聴いただき大変ありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。
張数第2位。ドリル垂直ジグをテこ入れしてみた。調査対処編。つい最近購入した格安のドリル垂直ジグを開封して組み立てました。切り先を取り付けて垂直を確認します。ベアリングとチャックの軸ずれはほとんどないようです。垂直を確認してみると、切り先が芯に来ません。シャフトと軸受け間に隙間がありすぎて、切り先が中心から5ミリずれています。シャフトの軸がガタつきます。格安ゆえの症状なのでしょうか。でもこの部分は一番大事なところです。もう少し原因を探るため再度分解します。チャックは爪の中で左ネジで止まっています。購入時に取り付いていたものですが、一回増し締めします。六角レンチをチャックにかませて増し締めします。右ネジです。増し締めしたので、先ほどの左ネジを再度取り付けます。チャックの増し締め完了しました。さて、肝心のこの部分ですが、見てわかる通り軸受けの隙間でガタついています。シャフトは動いていません。軸受けの方が動きます。シャフトを解体します。シャフトの径を測定します。 13.9 ミリです。 W16 分の9のワッシャーです。穴径はシャフトとほぼ同じです。この内側をヤスリが消して 0.2 ミリほど削ります。14.9 ミリです。これよりも限りなくシャフトの径に近くします。ワッシャーを繊細に削りました。2液性の接着剤です。これでワッシャーを接着して挟み込み、ガタつきを抑えてみます。接着しました。動きもスムーズで、ガタつきもほとんどなくなりました。復元します。
強く締め付けます。もう一度確認します。軸をワッシャーで挟んだだけなのですが、うまくいきました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。視聴数第3位。マルチサイクロン集塵機、これで今日が使える2。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。筒を取り付けて完成しました。これからその効果のほどをご覧いただきます。筒を取り付ける状況です。本編をご覧になる前に前編多気筒サイクロン、これで今日が使える1もどうぞご覧ください。ロート筒の取り付け。金具をつけたのでロート筒を取り付けます。金具の位置はセットしながらプロットしています。周囲の隙間も塞ぎます。取り付けました。筒がパッキンの上に乗る形なので隙間があります。金具はわずかに角度を広くする必要があります。この在庫テープを貼り付けます。このままではダメなので筒を一旦外してテープを少し下に下げて貼ります。ネジを強く締めたら上下に変形して少し楕円になりましたが、差し込むと戻ります。カメラを取り付けました。底板です。筒と同じくテープをはみ出して貼っています。L金具は高さを揃えて接着です。垂直では固まるまでにずれるので1個ずつ筒を寝かせて接着しています。この形で撮影を試みます。筒を入れてみます。
内部カメラでも見てみましょう。うまく底板に収まりました。これからの撮影は底におがくずを敷いて気流の状態を見ます。次に実際エコと強でおがくずを吸い込んでみます。カメラの位置を中心にセットしてからスタートします。おがくずで気流の確認。底に敷いたおがくずで気流を確認します。エコモードです。最初に出たのは配管内の残留物です。弱モードです。強モードです。弱モードです。お分かりでしょうか。強モードでもそこにほとんど影響を与えていません。エコモードです。エコモードでの吸引。吸引する前にプレフィルターの紙パックを交換しておきます。これで準備 OK です。おがくずの量を覚えておいてください。ユニットを設置します。両方から塵が落ちてくるのが分かります。ちょっとした砂嵐です。塵が筒の壁に沿って落下するのでドーナツ状に積もっています。おがくずを敷いた動画の方で分かるように真ん中がへこんだのではなく周りに降り積もっています。中を見てみましょう。おがくずの量は強の2分の1としています。クレーターのようになっています。察するにこの現象は筒の中で渦が発生して壁に沿って落下して積もったものと推測されます。強モードでの吸引。ミクロダストでレンズと筒が曇ってしまいました。
さて、中はどうなっているでしょうか。エコモードより量を多くしていることがわかるでしょうか。真ん中がへこんでいるのでなく、周りに積もっています。フィルターの中を見てみましょう。外観は綺麗で、ホコリっぽくもありません。塵はほとんどないという感じです。この状態だと掃除機側は見るまでもないですね。これ以上クリーンにしたい場合や容量が心配な方は2階建てをお試しください。テール間底の径は 15mm 小さいので、重ねるには DIY が必要です。見えるでしょうか。大きいものはないです。SPD からのお願いです。チャンネル登録していただくと動画の一覧が見られるようになり、作り手側はモチベーションアップになります。また通知をオンにしていただくことで新着動画のお知らせが届くようになりますので、いち早く知りたい情報を得るために通知をオンにして登録をお願いします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。